やあ、防犯だ。今回はアイスリッチ山にのボス、アビスマーダーの放置について解説する。アビスマーダーはお金ドロップと素材の売り値が高く、3分はキボスなので3分の革命が適用される。なので金策効率に期待できるというわけだ。では早速見ていこう。まずペットの位置について、今回使うのは固定砲台3体。それぞれ左上、右上、下の3箇所に置いている。上の方にはニゲーターとカニクラブの2460レベルがいて、そいつらを耐えるにはデフが4万と6万必要になる。あまり上じゃなければ食らうことはほとんどなかったが、8時間放置でグルームエッグが半分ほど体力が減っていたのでたまに食らうかもしれない。放置できなそうなら素直にデフ6万1000以上のペットにしよう。で石像は下のやや右寄りに配置。右下にいる敵を少しでも倒すため、まあほぼ変わらないかもしれない。それで主人公はアビスマーダーの中央に、今回はステフリとアクセで主人公の MDEF を用意している。まあそれでも多少食らうので一応回復アクセもつけているぞ。2000万も HP あれば大丈夫な気もするが念のため、今回使ってるペットは全員デフほぼ6万なのでやられる心配はないだろう。でも翡翠竜は MDEF10 万ないと耐えられないから近すぎに注意だぞ。今回は翡翠竜から少し離しておくことで放置ラインを下げている。必要ステータスはこんな感じだ。1時間放置した結果、エリアが広く敵も多いので素材の種類が多かった。今回は混沌の起源に加えて3分の革命もあるぞ。3分の革命を取るかどうかの判断材料にしてくれ。今使うには課金が必須だがな。交換できた時にこんな放置場所があるよくらいに思ってくれればよい。時空歪曲装置は1000で、11体は木の状態である。それでルーン石板は時給320個。あとは金のエルドシードも少し手に入った。アビス玉は2847個。良い値段になりそう。続いて討伐数と経験値とお金。一番多いのはアビスマーダー。時点で周りの翡翠竜といった感じ。ゼロのものは増えていなかったのでイポップはなしだと思われる。そして経験値だが、時給8305億だった。アイスリッチ集落よりも高い効率だな。でお金も約6200万ゴールドと結構良い。アイスリッチ集落の経験値とアーキペラゴの金策効率が合わさったような感じ。放置条件の難易度を気にしなければかなりいい放置場所。ちなみにアビス玉を売れば2135万ゴールドとなり、時給約8300万ゴールドとなる。アーキペラゴより高いな。一応アビスマーダーよりもドロップするお金も素材も高いのがアナトユなんだが、アナトユが MDEF 約66万。その周りにいるヤマタノオロチがデフ約42万必要になり、ここと比べて放置敷居が格段に高い。現実的な放置場所の中では最も金策効率と経験値効率が良いのではないだろうか。他にもこの動画の配置以外も試してみたが、固定砲台2体でも経験値や金策効率はそこまで変化なかったので、ここも1体自由枠でもさほど問題ないだろう。メインはアビスマーダーだしな。あ、武器は今回すごいお手手にしているが、処理が早い方が湧く速度上がるかなと思ってこれにしてるだけで、トライデントとかでも放置可能だ。すごいお手手は同時攻撃なので処理が早いということだ。結果1時間で200体くらい多く倒せていた。処理の速さは大事なのかもしれないな。ちなみに総討伐数は8888体。なんか奇跡的にゾロ目で笑った。ペットの配置で周りの敵の討伐数は割と変動すると思うが、メインの素材に支障はないだろう。ということでアビスマーダー放置についての検証は以上だ。3分の革命を急いで取るべきかについてだが、しばらく火山最深部の放置に時間を割くことになると思うので、まだ焦って取る必要はないと思う。俺もこの検証以内で3分ボス放置することほとんどなかったし、まだコツコツアリーナコインを貯めていてよいと思うぞ。ということで以上。まだの方はチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれ。